ここまでちょっとまあ不完全燃焼というかちょっと僕たちにとっては不甲斐ないレースが続いてしまっているので、速いんだけどなんかいろいろあって勝ててないよねっていうのをよく言われるんですよ。やっぱりその周りを認めるぐらい速さはあるんですけども、トラブルとかで全部落としてきてるんで、なんとかここで、最後なので、いい結果を残して終わりたいなと。1年目なので、当然も当然で、これが2年目3年目になってくると、その蓄積がどんどんチームと車を強くしていって、ドライビングもまた変わってくるっていう中で過渡期ではあるんですけれども、そろそろ結果は欲しいです。よしよしよし。いよいよ飛べるかなっていう気もしています。トレーニング持ってる人、はい、ちょっとみんな周り見てこの1年間、長いかなと思ったらあっという間だったし、あと一戦一戦結構いろいろな課題がどんどん出てくるんで、重くて長かったですね矛盾した思いであったんです。タイム的には全然悪くはない。で、ラップタイム落ち込みも少なく出るので、決勝のセットとしてはいいところは出てると思います。昨日霧で1本中止になってしまったので、今日のこのフリーでもう一度セット見直しして。はい、大丈夫です。24時間っていうのは目指してるものが燃費運転でペースも遅くて、車のセットも全然違ってたし運転も違うので、実質富士でガチのレースをやるのはここが初めてではあるんですよ。なんで想定の走り方とタイムとその目的によってセットアップが変わるから。ドライ木曜日走ったんですけど、その時のフィーリングそんな悪くなかったんですけど、結構まず曲がんない、跳ねる、リアも出るみたいな、もう、3拍子揃ってる、そんなバランスなので、じゃあセットをどうしようかと、予選に向けて。で、とりあえずいろんなことを、意見をみんなでミーティングした中で、じゃあ木曜日に戻せばいいんじゃないのっていう、もちろんやっぱり路面コンディションとか結構変わってきてるので、どう出るか分かんないんですけど、ちょっとめっちゃ不安を抱えた予選ですけど、なんとか頑張ります。
午前中の跳ね感が、全くないわけじゃなくって、若干抑えられたかなっていう、ちょっとその午前中のイメージがあったので、やりすぎるともう全て台無しになるので、マージンをやっぱり結構取ったっていうのは正直なところですね。SGR ヤリスは石坂美月選手ドライブ中、そして36号車です。HCM 西野製作所10番手、消防銀賞選手が入ってきました。一つ山レーシング、1分48秒159です。さあ、そして佐々木大輝が戻ってきますよ。230号車、セッター。なんて言ったらいいのか難しいですけど、車のフィーリングは正直あまり、自分たちの求めていたものではあまりなかった。根本的な羽っていう部分のところでやっぱり直ってないっていうのが、今の僕たちのすごく大きな課題で、やっぱりそこを直さないとこれ以上、これよりもワンステップ次の次元にっていうのがいけないんで、そこをやっぱりしっかり根本的な部分を直すっていうところが今の課題ですね。溜まってくると若干跳ね気味になる。若干っすよ。うちみたいな跳ねじゃないけど、1RDC の方で。そう。中古タイヤとガソリン多めに積んで決勝ラップの想定で車のバランスを見てきます。非常にいい感じになって、さっきも言った通り僕は決勝想定で燃料積んでったので、後ろも重くってその分もあって跳ねなかったので、これで決勝いいと思います。この後三井が、細かいダンパーの減衰力の調整して上がり。リアスタビを柔らかくする変更をして、まずスタートしました。でまずやっぱり感じたところはすごくフロントがアンダーだったんですね。っていうところで、その岡山でも実績があったリアの減数の伸びをちょっと変更しまして、フロントの、対角にちゃんとしっかりグリップをさせる動きを出して、でそしたらフロント入りました。でただそこからプッシュアンダーが結構ひどかったんで、今までやったことないんですけど、フロントの伸び方向の減衰をちょっと調整して、で結果、フロントをちゃんとグリップして、立ち上がりもスムーズにいったので、この今のセットの中の減衰をバッチリあったのかなっていうふうに思いますね。
はまずこれをやっさして、で腰と肩を叩く。今回相当な台数あるんで、自由にコントロール効くようなセットにちょっと変更しました。縁石に乗った時とかその羽の収束が明らかに良くはなってるんで、乗りやすい方向に緩める感じでしました。速いドライバーのインプレッションとかをいろいろ聞いて取り入れて、いろいろ改良して。はい、行きます。はい。どういうふうに合わせてるの？はい、すみません。こいつらが好き勝手に作ったセット、僕が我慢してもらいました。原さんがいるので、そのまとめてその原さんが決めるっていうのが一応チーム的なプランですね。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ何杯いただきます。はい。いよいよ最終戦です。じゃあレース直前のコメントをみんなからもらおうと思います。A ドライバー山田さん。ラーマンです。ラーマンって何それだけ。はい。それじゃ全然ラーマンって何じゃない。ラーマンです。ラーマン。いつものラーマンと違う。なんだよピス。イベントしろや。そうや。いや今日はですね最終戦ということで本当ね気合い入れて、で多分スタートで2周か3周ぐらいでトップで帰ってくるので、そういう作戦でですね流れを作って頑張りたいなと思います。トップに帰ってくるのはこの小出俊です。本当は俺はやりたかったけど、それはもう譲って小出に任したら、いやね、もうこういうふうにプレッシャーかけられて、こういうチームです。皆さん僕はしんどいです。でも、最終戦なんとか1位で帰っていくんで頑張ります。はい、2番手走るのはこの三井祐介です。おはようございます。なんとしても今回優勝みんなで頑張りますのでよろしくお願いします。はい、ということでこの4人で力を合わせて頑張るんですけれども、皆さん応援よろしくお願いします。気合い入れていくぞ。イエーイ。
FCY 導入し同じシビック勢のトップと同じようなペースで走れてるっていう意味では、割といい仕上がりになってるんじゃないかなと、あとはここから、ちょっと走行の、時間が残りどれぐらいの時間になるか分かりませんけど、なんとか戦略をここからうまくチームと練り直してやっていけば、いい感じでレース進めれるんじゃないかなと思います。レースなのでしょうがない部分もあるんですけど、結構多すぎですよね。自分頑張って次走ると思うので、その時は、いつものようにいい走りをしたいなと思います。準備は16時再開目処くらいで皆さん準備をしていただければと思います。スケジュールはまだ決まってません。トップから結構離れてたところから、じわじわと近づいていって今目の前まで来ることができました。でペースはいいんで、もしこのまま決定事項が僕らにうまく働いてくれたら結構今回はチャンスなんじゃないかなって。で車も壊れる予兆もないし。
しよしよし。いやなんとも言えないですね嬉しいんですけど、この1年すごい苦しい1年だったんで、まあ1年間本当に結構辛い思いして、僕も今回いろんな思いでやってきましたけど、本当に今回ばっかりは運も良くて、最後で恵まれたなって、よかった、本当にやってよかったなって。やりましたよ。いやー、もう本当今回はみんな完璧な仕事でしたね。本当にみんな全員完璧だった。今回三井小出と組んで彼らが成長できたこともあるし、自分自身もやっぱり成長できたこと、コーナーに対するアプローチ、車に対するアプローチっていうのをやっぱりいろんな部分で見させてもらえたので、スプーンをはじめスプーンのスタッフをはじめ、ドライバーも含め、みんな成長できた1年だったんじゃないかなっていう、そういう部分でもね、やっぱり三井小出っていうのにはものすごく感謝してます。FL5 っていう新しい車両を一から作って、あんまりデータのないところから作り上げるのがやっぱり今もそうですけど、ずっとレベルを上げるのが大変でしたね。今回は運が良かったんですけど、最後優勝できたのは、応援していただいた皆さんのおかげだと思ってます。また来季も、続いて参戦しますので、どうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。